小时候的李登吗？啊，这也太可爱了。鹿儿岛，曾经的他就是完全是一种少爷的那种刻板印象的。哦，这是贺建吧？这就是他们如何相遇的。啊，帅呀！第一次遇到不对自己唯命是从的人。哦，发现了他的价值，看到了他的闪光点。次元流を素手で止められたのに驚いたかね？それとも大人に顔をひったたかれたのが？不只是第一次被扇耳光，第一次，都是第一次。哦，好喜欢啊！终于要讲到李登的故事了吧？而且就是真的能看出来课件对他这种非常深遠的一種影響吧。肯定從小都因為這種家庭的庇護，沒有人敢對他說不，對他有任何的這種就是對他不利的行為吧，都是順着他逆着他。只有賀建這個時候站出來了。最重要的是，我覺得也讓李登發現了自我的其他的一些價值。這可能也是為什麼後來的李登對於賀建是如此的崇敬吧，就是他把他從這種紈絝少爺的形象變成了一個真正有擔當的人。面白い乗り物だね。君のかい？父上がフランスの知り合いからもろたもんです。勝手に乗り回してるの？叱られない？叱られまん。臉被扇紅的小李登也好可愛啊。西郷隆盛さんのお墓はどう行けばいいのかな？観光ですか？お詫びに案内させくいやんせ。還是很懂事兒了。愛が西郷どんのお墓です。ありがとう、助かった。景色がいいから一緒に食べよう。月サップアンパンです。月サップじゃ何ですか？このアンパンを作ってる。我天哪，賀建實在是太帥了。何が美味しいんだい？桜島でこんじゃろかいな。也是他們家的。兄さです。哦，他有個大哥。あたいは桜島でこんちからこうだったと。いっとも腹がかんかった。哦，好溫柔啊。優しか兄さじゃした。おいが死ねばよかった。哦不。話してごらん。溜まっているものは吐き出した方がいい。賀建，我的天哪！ハイメ一挙た人やっとに話しすぎました。君が父上のためにいなくなった兄上の穴を埋める義務はないと思うがね。海軍少尉小糸平の城、明治27年9月17日。日清戦争の航海海戦だね。兄さとは13も年が離れちょったで、あたいが8つの時じゃした。兄さん船は松島じゃした。新国軍砲弾で57名が決死んだ。父上は保管船から松島が大破すっとじっと道をやったそうです。帰きやってから父上はあたいをがいとこいか。還是他們家僅剩的孩子了，而且。父上が見合った光景が土幻やったか。
何度も想像しました。兄さんのむごたらしか死に様を。虫焼けに去るもんや、甲板に飛び散ったもんがおったち。海上学校で同級生が話しといました。あたいは船に長時間乗っちょっと、兄さんのコツ歓迎しもて、ひどく酔うようになりました。必してしか船に乗りがならんもんが、立派な海軍哦，李东，兄さんは寂しがいやっかもしれもはん。父上の仕事の関係で函館に住所を移すとです。函館か。気に入ると思うよ。桜島と少し風景が似ている。山から贺建真的好有那种好父親的形象，我的天吶，好暖心啊！月サップは北海道にあるんだよ。ありがとう。また会おう。また会えますかね。また偶然会えたのなら、お互い友人になれという天の声に従おうではないか。哦，天呐，小李登太可愛了。大佐の息子さんだ。海上学校じゃ問題児だったって。今年は海軍兵学校の。他心中也是有抱負的。綁匪。はよそこどかんか。陸軍から招聘されやっちゅう孫将校さはどげな人じゃやったろか。月サップの随他妈妈。に堪能じゃってあん人しか適任者はおらんとのことです。海軍にロシア語が話いかないもんはおらんかったとか。帅呀！裏口から失礼させていただきました。まずはカーテンをすべて閉めましょう。外から丸見えでは息子さんの奪還作戦が筒抜けだ。就是他救了李登。音の新君の三輪車がめっかったとはロシア領事館門の中。敷地内製放置されちゃいました。ロシア領事館は夏場は無人です。中製は八丁も半ドン。人ん気配はあいもはんじゃした。まあ当然音の新君はそこにいませんでしょう。目的は他ねごわんそか。ちょっとじゃなかか。父上はおいのためにロシアン以内になっこじゃ。絶対になか。ウラジオストク艦隊が津軽海峡を抜けて太平洋に抜ける際、大港水雷弾、そして函館要塞は目の上の単コブです。ちょうど今函館港には大港製配備予定の水雷艇も係留されちゃる。誘拐犯がロシアならば、それらを破壊させて一時的に無力化するのが要以此来威胁李登爸爸。じゃどうとっくにないかしら犯人か脅迫は来てんおかしくなかはっちゃな。では動きましょうか。何か起きるかもしれない。命運的齒輪，他們又要相見了。領事館中会じゃ。お待ちください。犯人側かもしれんだと。はい、おそらく犯人からです。しかし、なる頃合いが良すぎる。
ロシア領事館は監視されています。ここは一旦知らんふりで帰りましょう。常に先の先を読んで行動しなければいけません。手順を間違えれば哦，こちらの罪です。耐えてください。恋と大佐殿。贺建真的沉得住气。函館の電話加入者は320件。ロシア領事館が望遠鏡で見える範囲、公共施設や銀行等を除外し、犯人の潜伏先に適した箇所を予想すれば50件以上。一件一件突入して確認はできません。派手に動けば相手に感づかれる。準備が整ったらまた我々はロシア領事館へ行きます。電話がかかってきたら音の真空を出させて無事を確認。すぐに切って交換手に番号を聞き、現場を特定する。おとなしい。最善を尽くします。どうか希望をお捨てにならないでください。非常早期的这种侦查手段嘛，贺建还是靠谱啊。こっちせ電話がいました。電話なら恋と大佐のお宅にもあっとに。ロシア領事館は函館山の坂の一番上、町の広範囲から監視しやすいのです。電話交換室は19時で終了。明日の朝6時まで電話はかかってきません。明かりをつけてこちらが中にいることを知らせましょう。犯人団の要求が大港水雷弾や函館要塞無力化じゃとして、もし従えばそれを合図にロシア艦隊が攻め込んでくっちこっちゃ戦争が始まっしも、おいの息子のために何十万いや何百万も国民が犠牲になっとる。おとのしんには死んでもらうしかなか。よし。自己的父亲都要放弃自己了，虽然他爸爸有更顾全大局的考虑。贺建已经もうすぐ6時です。但是贺建是不会放棄他的。待機している部下たちへ合図を送り突入させます。犯人たちも番号から隠れ家を特定されるので、すぐに移動する可能性がある。速さが重要な作戦です。鶴見注意ドン。犯人はおいが息子かわいさに海軍を裏切り、口かんやら破壊すっち、ほんのこちおもちょっとなら安見られたもんじゃ。おとのしんはこどんじゃって分かっても他懂他懂。仕方がなか。おとのしんにはおいが直接国のために死ねっちて聞かす。武人の加願勝ち存じます。申します。そちら18番ですか？はい。おつなぎします。どうぞ。要塞、駆逐艦、ウニチ当時要塞と駆逐艦を破壊しろとのことです。やっぱり。他是必须用上驱力后呢。但是那个饼应该多少让李登心里有数了吧？おとなしん、お前のことは助けんぞ。国のために。兄さんよろ息子になるし、申し訳ありもはん。あたいは生まれっこんかったもんち。交換手何番ですか？はい、144番です。では今から誰も144番につなげないでください。144番どこけ？我々が予想した番号一覧になかった。144番は数ヶ月前まで使われていた陸軍の訓練所の番号です。天呐，小李登，他靠自己一己之力。函館市内の陸軍訓練所中は。はい。五稜郭です。哦，我記得這個地方，之前那個柯南的劇場版就是在這兒。部下たちは144番が五稜郭だと知りません。
我々だけで向かうのが一番早いです。よし、行った。馬が急な坂道を壊して走らん。哦，为什么贺建总是要这么跑？我笑死了！两个父亲都来了，这是在架他吗？近くでロシア領事館を見張っていたのはあいつです。ご領郭に電話が繋がらないので、家康も向かうつもりだ。先に行かれたらまずい。急いでください。听到了，哇，这个漂移一样，好灵活呀，贺建，还有时间抛个媚眼，我笑死了。我觉得大佐也是听到了，帅啊！还在蹬。哦，他听到了李登的电話，心裡肯定也有很多感想吧？我想。不要再拿着这個輪子了，我請問呢？私が裏に回って突入しますので、表から注意を引いてください。殺せ！片言で死んだ血はないわ。父上も死んだ葵を見直すっての。哦。这个吉他，我請問。哦，這就為什麼他對衛星當時說的這個。賀建吧。啊！太帥了！哦。我天哪！他為他驕傲，這就是他最想聽到的。来る途中で倒した1名とこの2名。身元を調べたところで、ロシア政府と結びつくことはまず。這個破爛的衣服也顯得他好。今後のサッカー大に詳したもん。あや月サップアンパンじゃした。カゴンまでいただいたと思い出しました。ああ、月サップアンパンは歩兵第25連隊だけで配られているもので、最近までここは陸軍が使っていたから誰かが忘れていったんだろう。お腹壊さなかったかい？まさかあん時の月サップアンパンの人があたいを助けにキックやっとは。運命ごわ。初見端倪。私たちを引き合わせたのかな。ああ。撮合到了一起，月島。哦，衛星。海軍兵がごじゃのして陸軍士官がこうば受けごたっち追隨賀建的腳步。合格してしまった。まあ立派な将校になるなら海伝丘伝おいは構いもはん。元の信をよろしゅう頼まげます。小糸大佐殿のご霊息は
仲の悪い海軍と陸軍の橋渡しをしてくれる貴重な人物にいずれなるでしょう。鶴見中尉殿の一の努力をしてまいりもんで、何卒ご指導ご鞭撻を賜いますようお願い下げます。哦，太可愛了。そげん言えば反誘拐犯タッチャット身元が判明しました。3人ともロシアン船員で小樽で強盗殺人を失勢捕まっちゃったと。留置所が忽然と消え逃げた極悪人ともじゃったことだ。やはりそうでしたか。やっぱりかっこいい。真的好帥。所以那个就是他，是吗？好喜欢他们俩这个对视啊！哇，好喜歡這一集啊！我天吶，賀建簡直刷出一個新的高度，太喜歡了。誰懂就是賀建闖進那個門這樣子，然後呢對着李登說我們又見面的那一幕的含金量，我真的太理解李登了，當然會願意為他粉身碎骨了。真的就是每個時期的賀建都有遇到過不一樣的人，影響了他們的一生，並且呢每一個時期的他都有帥的不一樣的地方。總體來說我還是非常非常喜歡這個故事的，尤其是我覺得李登真的太可愛了，又讓人忍不住就是產生憐憫吧，尤其是如此小的時候他其實一直都是有這樣子的抱負的，然後呢也不想讓父親失望，但是當身邊大家都認為他只是一個小少爺，沒有人真的能領悟他的一些才能才華，也沒有人覺得他真的能做到什麼樣的地步，但是賀建看到了他的閃光點和他的價值所在。最觸我心的果然還是在電話中的時候，李登在電話中對自己的父親道歉，覺得自己沒有長成他心中希望的樣子。我覺得那通電話絕對也給大佐有了一些心靈上的觸動吧，他坐在那裡也是久久不起，然後呢突然開着他那個小車衝出來了，一定要去救李登，跟他之前說過的要放棄李登又就是完全相悖了。而且李登他畢竟從小大哥死的也早吧，他就更是肩上有這個重任，任何他的失誤自己的不成器都會成為這種家族的一種恥辱一般。而大佐直至就是李登那一通非常有覺悟性的電話之前，他都是決定要犧牲掉他的。這個時候大佐也仿佛是從軍人角色退回了父親的角色吧。而賀建呢是從始至終都沒有放棄要去救李登，李登的這種歸屬意義也從此跟賀建緊密的纏繞在一起了吧。最初看到李登登場的時候，真的感覺他真的就是完全一個少爺的形象，非常的神經大條，並且是賀建的迷弟一枚吧。但是自從看到了上一季他的這個成長，包括他這些曾經的往事，他其實內心還是挺敏感細膩的，有一部分真的是被賀建所救贖了吧。真的很高興他能遇見賀建這樣一位像貴人一樣的角色，並且他也是自願選擇了要加入陸軍。我很高興他能有自己的這些想法，並自行去繼續書寫了自己的未來吧。我也特別喜歡李登兒時的時候，賀建也是在陪他在墓地那裡去傾聽他的心事，雖然有一點像是給他打一巴掌再給一顆甜棗，就是但是這樣的教育方式確實對李登一個非常不一樣，但是帶給他一個很正面的影響吧。畢竟沒有人會這樣子去扇他巴掌，去告訴他什麼樣做怎麼樣做才是對的，騎行的時候不准撞到別人。而且我覺得賀建他去善於傾聽他們部隊的其他人的事情，也是一個之前就顯露出來的特點吧。月島啊、谷垣啊，他都是如此認真的去傾聽過的。當然了，還有像江渡貝，就是他都沒有就是敷衍的對待過吧。所以這也是為什麼我覺得賀建他並不是只是就權力性的去控制他的這些棋子們吧，他並不完全只是在馴化他的這些部下們，不完全所有的事情都是如此功利的目的。但是話又說回來，就算真的只是在馴化又如何呢？大家也是非常心甘情願的，就是為賀建粉身碎骨啊。
這一集的李登也是被罵了2次长不大的少爺了，而且尾行也確實曾經就罵過他，未來又罵了他1次。我是感覺吧，這個跟永作也還是有關係。畢竟永作就是有着這個軍官的高貴的血統，包括他是正牌的兒子，所以呢，他總是會去如此的去羞辱李登吧。這正是他走不出的這個永作的結兒。畢竟尾行最想摧毀的就是這種所謂的純潔無瑕，他想去證明這種東西根本就不存在。那麼李登又何嘗不是另外一個被家族庇佑的這種正牌少爺的這種形象呢？當然了，就這些被愛的繼承人，不管是永作還是李登，都怎么不算是尾行他得不到的一切呢？所以他也是一邊否認着，一邊摧毀着。沒想到就是在這一集還能再看到他，我原本以為很久都看不到尾行了。除了尾行和月島，在旁邊還有那個應該是菊田，看來菊田跟着鹤見也是跟了很久了，難怪他的一些舉手投足中有一些鹤見的痕跡，真的是非常非常喜歡這一集。那這一集要結束了，我們下次再見了，拜拜。